進化の方を使ってあの形になったっていうことだと、もともとは小さなメダルの敵ドロップはドラゴンクエスト5からのようです。ああ、5からなんだ。じゃあ、4は32枚で固定なんだね。そうすると。じゃあ、もともとの形は一体何だったんだっていう話ですからね、結局。これで20枚貯まりました。これで、はぐれメタルヘルムですね。これをクリフトに装備させたいと思います。これでカッチカチ。闇落ちテリーエスターク説ですか？いや、でもそれはスライムとか一部のモンスターが陣を離せるわけですからね。でもそれは公式で違うってもう否定されたけどね。ただ何かしらベースはあったと思うよ。だからエスタークのベースはね、魔物なのか人なのかは分かんないけど。メダル王の場所ってルーラフカでしたっけ？そう、メダル王はね、ルーラーできませんね、残念ながら。お金結構貯まったんであれか。はぐれメタルの鎧でも、ミネあたりにも。そこら辺はもう解明されないんでしょうかね。なんか作れそうな気もするけどね。なんだっけ。外伝的な、なんだっけ、ゲームとか漫画とかでなんか作れそうな気もするけどね。ここね、移動しないんだよね、こモンスターズとかでさらっと回収しそう。れ。ライアンも装備してる。シュウはいらない。クリフトは装備してる。ミーネアとトルネコだけか。トルネコにも装備させておこうか。ミネアすごい防御力だよね。装備見たらまさに終盤って感じだな。そうだね。トルネコは荷物版じゃないのか。肉壁ですね。何かあった時の肉壁ですね。こんばんは。はい、こんばんはです。回復だけならミネア優秀だからな。わら。で、主人公に、これですね、皆殺しの剣をこれからボスをね、戦いますんで、渡しておきましょう。本気で何かあったら地の砂するんじゃ。そうだね。どこまでも不憫なトルネコ、わら。はぐれメタルの鎧って、ただでさえ捕まえにくいあいつをどうやって乱獲したのか。あれ確かさ、私が見た設定だと、メタル系って、もともとメタル、なんだっけ、メタル素材で、同じようなもので、ブルーメタルっていうのがあって、ブルーメタルで作ったのが、なんだっけ、光の鎧。光の鎧。なので、光の鎧とはぐれメタルは、ある意味兄弟なんだよね。同じメタル系の素材で作ってるんで。ただ、光の鎧が何が違うんですかっていうと、妖精の加護、精霊の加護を受けてるんで、だから、装備すると様々な、加護が得られるの。MP が回復したりとか、バリアにダメージ受けないとか。で、はぐれメタル系は、そういった一切加護がないんで、なんだっけ、純粋に強いだけだって話だったような話だ、確か。ドラクエ系はほら、加護を受けてるから。加護を受けてるやつは全部強いでしょ。光の剣とかも。光の剣も加護を受けてるから強いんであって、加護の受けてないメタルキングの剣とか、ああいうのは確か大したなんだっけ、特殊な能力が何もないってのは確かそういう設定だった気もするけどね。間違ってたらごめんなさいね。ドラクエは精霊とかね、そういう話だから、精霊の作品とか。はい、じゃあ、
ボスをね、エスタークと戦いに行きたいと思います。あってもとですね。もうなんかお葬式みたいな。あ、俺覚えてますよ。これ道中に確かなんだっけ、あれ落ちてますよ。なんだっけ、あれ。メダル。絶対わかんないようなところに落ちてるメダルが確か。あれ、プレステ版だっけ？ごめん、間違ってたらごめんなさいね。確かメダル落ちてるんでね、一応調べてみましょう。逃げた方がいいかもな。この辺は雑魚ですからね。逃げれれば多分逃げれると思うからね。おどおどおどとなってます。あ、こっから敵強くなりますね。地下4階のやつかな。あ、やっぱあるよね。やっぱあったような気がしたんでね。あ、ギガデに通じねえのかこいつら。ザキはめっちゃ通じますね。ザキ通じないのかい。ザキ通じないのかい。これテラノバットだね。ベースはテラノバットですね。テラノザウルスとコウモリ合わせたようなデザインですね。この頃はテラノザウルスっていうとね、本当にね、ジュラシックパークとかみたいなイメージでしたからね。最強で速くてね、恐竜のまさに王様みたいな感じだったからね。最近のティラノザウルスの画像を見ると地獄ですねえ、何これってなりますけど。まあほら恐竜っていうのはね、研究が進めば進むほど真実が見えてきちゃうからね、どうしても。この間の生放送で判明したかわいそうな生物だっけ。そうまあ仕方ないと思うよ。だってほらなんだっけ、最近の研究結果では実は恐竜の種類、テラノ以上に強い恐竜とかたくさん増えたからな。そうだから最近言われてるじゃん。恐竜って実はもっと種類少ないって言ってるじゃん。どういうことかっていうと、例えば鶏ってひよこと生態が遅いハイエナ、わら。ひよこと鶏ってあるじゃん。あれを別々にしてるみたいな感じなんだって。だから簡単に言うとティラノザウルスの子供を別な恐竜にしてるみたいな形もあるんだって。だからそれを統合しちゃうと恐竜の種類ってめっちゃ少ないんじゃないかって今言われてるんだよ。でもそれやっちゃうとほら恐竜ってさ、名前ついてるじゃんみんな。例えば双葉鈴木竜とかもそうじゃん。だから名前ついちゃってるから多分できないんでしょうね。だってね、消えちゃうからね、そうすると難しいね。なんか魚みたいになってるんですね。出世魚みたいな。だからほら最近研究で言われてるのがあれじゃん。首長竜って本当は出世魚とかみたいなことは難しいのかな。そう。いやだから首長竜もそうじゃん。首長竜ってなんで全滅したんですかって言われてるじゃん。だからほらよくさ、研究者ではさ、隕石が落ちてなんだっけ、大地が寒くなったからって言ってるけど、水の中って関係ないよ。大型草食恐竜がほぼ統合されそうな感じ、わら。
だから骨の位置が入れ替わって別物として展示されたりしてたとかあったそうですね。だから最近はね、首長竜って実高は温度一定ですからね。そう全身の骨が完全に見つかることは稀ですからね。バラバラになったら別なのと思われちゃう。いやだってさ、首長竜が本当はどうだったのかって疑われるなぜかというと、クジラの骨格って見ると分かるんだけど、マッコウクジラって骨化格見ると石を間違ったつなぎ方したものありましたね。マッコウクジラとか、あとはシャチの骨格見ると分かるけど、あれ見たら恐竜だよ、本当に。シャチとかマッコウクジラの骨格見ると恐竜だよ、本当に。だからそういうことなんじゃないかって言われてるよね、結局は。だから実は恐竜だと思ったらそういう系統じゃないのかっても言われて、あ、ここじゃなかった、確かここ。あ、ほら見つかりました。やったぜ。まあ夢がなくなっちゃうね。ね、夢がなくなっちゃうから、まあそういうのはね、夢で終わらせないじゃなくて夢で終わりたいね。これが強いんだ。このドラゴンライダーがね、強いの。2回攻撃なんですよね。で、1回は殴ってもう1回はブレス吐くんでめっちゃ強いんだよね。で、ここで、来ましたね。エスタークの居城ですね。エスタークのお城ですね。どんどん恐竜のイメージが崩れていく。わら。まあ恐竜が意外にも宇宙から来た放射能とか宇宙船で溶けたのかもしれないし。それゲッターね。それゲッターね。それゲッター戦ね。やっと最近はさ、みんな認めてきてさ、恐竜は絶滅してないってなったじゃん。だから最近は恐竜は絶滅したんじゃなくて鳥になったっていうのもやっとね、そして地下帝国が受け入れられてるじゃん。恐竜は環境に適応するために小型化して鳥になったってなってるじゃん。だから鳥のもともと鳥に近い分類が残って鳥になったって話ね。もともとだって鳥の足見たらわかるけど完全に恐竜だからね。鳥の足見るとわかるけどね。鶏の足見たらわかる。鳥の足見たらわかりますね。そう、鶏の足見たら完全に恐竜だからね。だから簡単に言うと、魚類から両生類になって、両生類が爬虫類になって、爬虫類から鳥類になって、爬虫類からさらに哺乳類に分類した感じかな。ダチョウやエミューなんかも似た恐竜いますよね。わら。いやだって昔ジャイアントモアとか見たら恐竜だよ。ジャイアントモア。オーストラリアとかにいたダチョウよりもはるかに大きなやつがいたんですよ。二層高校で。あれなんだっけ、見ると完全に恐竜だからね、本当に。ヒクイドリは恐竜そのもの。そう、ヒクイドリもそうそう。あれもったいないですよね。ジャイアントモアどこに行ったんですかっていうと、現地のアボリジニが美味しくいただいて人間がナウマンゾウとか胃袋の中ナウマンゾウとかと同じですね。ナウマンゾウとかどこに行ったんですかって、みんな美味しくいただいちゃいました。美味しかったんですね。いやだからほらあれもそうじゃん。なぜ南極南半球にはペンギンがいるのに北半球にはペンギンがいないんですかっていうと、いやいたんですよ。大型であるがゆえに環境に適応できずに絶滅したのか。絶滅食べちゃった。ヨーロッパの人たちは絶対認めないんだけどいたんですよ、北半球にもペンギンが。明らかにどう見てもペンギンにしか見えないんだけど、でもヨーロッパ大体白人のせい。そうヨーロッパの人たちは認めないの。あれはペンギンじゃないって。大きいからお肉たっぷり。あれはペンギンじゃん。でもさ残ってるやつを見ると完全にペンギンだったけどね。
まあ悲しいね、悲しいね。だからなぜ家畜ができたのかって考えるとそういうことですよ。家畜ができる前っていうのは結局目の前にあるお肉を食べるしかないんだよね。だからいなくなっちゃったんだ。だから家畜っていうのを作ったの。家畜だと他の動物がね、脂肪分多いらしいしあれ。そう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 。私が一番悲しくなったのペンギンは、でなかったとしてもその種を絶滅させてますね。そうだ、私が一番悲しくなったのはアメリカの東海岸にいた神様がくれた食べ物なんですね。ジュゴンの仲間になった本当に人魚姫のモデルになったやつがいたんですよ。こっちじゃない。道間違っちゃった。あれどこで間違ったんだ。ジュゴンの仲間がいたんですよ。人魚の元ネタになってる。ひどい罠だ。ひどい罠だ。それもね、なんとね、人間見たことなくて、人間にね、近寄ってくるんだよね。で、丸々としてるから、ほら、アメリカに、行った大航海時代の人たちが、美味しく、だからなんか、大航海時代で本当に失ったものっていっぱいあるからね。例えばほら、南米文化とか、南米の文化とかもそうだし、あとはあれかな、イースター島も、人懐っこいからすぐ酔っちゃうのか。そう、イースター島もそれが原因なんだよね。イースター島もなぜ絶滅したんですかっていうと、もっぱら、最近の仮説では、カカポも人懐っこくて全滅しか最けて近の仮説ますね。は、欧米人が、マナフィだっけ？そうマナフィ。欧米人が汚い格好で上陸して、イースター島の周辺ってほらガラパゴスみたいな相手もんだから、が友好的なにしてもいいっそうていう同じパターン。分かりやすく言うと、今のほらブラジルのなんだっけ、現地民みたいな感じで耐性がないんですよ。細菌とかウイルスに対する。だから汚い欧米人が乗っかっちゃった結果、それが広がっちゃって一気に絶滅したらしいんだよね、最近話では。まあなんとも言えないなんとも言えない話だよね、本当に。バイオテロですね。だから最近だからほら南米でさ今それが問題になってるでしょ。だからコロナウイルスが逆に引っかかったのは梅毒でしたっけ？そうで日本もそうじゃん。日本もねほら鎖国解除したら日本になかった病気が一気に広がっちゃったのもそれなんだよね。欧米人がだから欧米人はね世界中に病気をばらまいちゃったからね。ほら分かんないから、まだその頃はほらそういうのは分かんなかったからね、まだ。だからほら今一番みんなが分かるのはさ、なぜ日本でコロナウイルスが思ったより広がらないのかっていうのは多分それが答えだよ。海外ってなんであんな広がってんのかっていうと、まあ医療の基礎ができたのは19世紀だしな。海外って基本的に日本みたいに綺麗じゃないしね。あとほら一番言われてるのは肥満かな。ブリカスもアメリカでネイティブインディアンに天然痘患者が使ってた毛布プレゼントして適畜なことしてたし。明らかにほら外国見ると肥満が原因が多いね。肥満が原因が今南米のチリでも第2波が来て大変なことになってるけど、病院に入院してる人見ると分かるんだけど、すごい肥満なんだよ。本当に体重が100キロ余裕で超えてる人ばっかだから、やっぱその基礎疾患、肥満の方はどうしても血管とかに基礎疾患があるから、多分それで重症化してるんじゃないかとも言われてるし、アメリカのショッピングセンター、電動カートに乗った巨漢だらけ。そうだからアメリカで死亡者が多いっていうのも多分それが原因じゃないかなって言われてるしね。日本はほらなんだかんだ言ってあれじゃん、そんなねマツコ・デラックスみたいな体型の人なんて日本人じゃね10人に1人いるかいないかぐらいでしょ。だからじゃないかと思うんだよね、どっちかっていうと。まあ食生活違うからねね、完全に食生活が違うからね。海外行ったことある人分かると思うけど、海外すごいからね、食べる量が胸焼けするよ私アメリカに行った時にさ胸焼けしてさいちいち寝込んでたよ。あんまひどくなると公共交通機関使えなくなるし。はい、ボス戦のボス戦ですね。ピザが健康食でしたね。そう
ボス戦の前に前哨戦がありますね。前哨戦をやってからボス戦ですね。ポテトは野菜だからいくら食べてもヘルシーって変な理論。ポテトは炭水化物なんだけどね。海外のピザ一切れしか食べれなかったな。アリーナが作ったら痩せる白さ。あそこのピザはペパロニしかないし、トマトソース使ってピザは野菜草食動物も野菜とか言ってるのはすごい。民度の違いってこういうところですかね。そうだね。そうだねって言うしかねえな。じゃあ、来ましたよ。地獄の帝王戦ですね。行くぜ。音楽いいですね。エスター君現れた。で、見直しの件ですね。いい加減まともに起きてください。本当だね。起きた方が弱いからね。3度だけもびっくり。眠りを妨げに行くんですね。てか俺、これ寝てる方が強いからね。寝てる方が強いっていうなんかよくわかんないパターンだからね。なんか終わりそう。終わりそう。終わった怪しい光使ってくるんだっけ寝ぼけて。皆殺しの剣が全パチく、パチパチ。皆殺しの剣が早っ。じゃあ、ラスボスとは、いや、わらわらつがアリーナが会心の一撃出しすぎだって。いや、アリーナが会心の一撃出しすぎだってまさかお前たちはアリーナやばいってアリーナ本当にという話ですね。アリーナがやばいって会心の一撃が長く苦しい戦いだった。いや、会心の一撃やられたらどんなキャラクターだってやられるって本当にアリーナ強すぎるねえアリーナおかしいよ、強さ眠ったまま永遠の眠りへ。本当だよ。アリーナの強さがおかしいよ、本当にねえ。アリーナ抜きで戦えたのつらいよ。リレミトできない？レベルを上げて物理で殴る派正義ですね。ネモスさん、ここではね、重要なアイテムを回収しないとダメなんですよ。重要なアイテム。ツボですね。そう、ツボです。アリーナやべえな、本当に。ね、ゲームバランス、本当アリーナ一人のおかげで崩壊しちゃうからね。キラーピアスを持ったアリーナはね、本当鬼神だからね、本当に。これですね。来ました。ガスの壺ですね。確かリレミトもできないはずだね。こんな感じで。リレミトも、ちょっと先まで行かないとできないんですよ。ちょっと先に進まないとね。ちょっと先に行くとできます。ちょっと先に行くとね。そうだったのか。そう。いや、多分ね、ガスの壺を取り忘れないように多分できないんだと思いますよ。ガスの壺。ああ、確か気球のやつでしたっけ。そう。ちなみに元ネタは、ウルティマオンライン。ウルティマオンラインで気球を乗り物としてあったんですよ。あれが元です。つが、ドラクエ自体がね、ウルティマオンラインとかの影響を受けてるから、結構似てる要素が多いんだよね。だから、ファミコン版でもいいんで、ウルティマオンラインやると、めっちゃドラクエの、似てる部分多いですよ。装備とかもそうだしね。まあ、結構、日本の和製 RPG はね、海外の RPG の影響めっちゃ受けてるからね。海外のゲームのね、影響。ファミコンのウルティマは恐怖のエクソダスやったことあるなぁ。もともとがアメリカで見たウルティマとウィザードリーから作ったそうですね。そう。ちなみに今ゲーム作ってる欧米人とかは日本のゲームから日本のゲームで育った人が多いんでリスペクトが多いんですね。
ほら今ゲーム作ってる人って30代40代でしょ。ちょうどその人たちって日本のゲームをやってた人たちなんですよ。だから笑えないのが日本ではゲーム作りができなくなって、海外では日本のゲームをやってた当時ね子供たちが今にその世界で最前線でゲーム作ってるんですよ。だから死に覚えゲーとかまさにそうですよ。死に覚えゲーとかさっき私の言った悪魔城ドラキュラとかも死に覚えゲーでしょ。だからああいうのももともと、和骨です。はい、こんばんはです。だからそう考えるとなんか悲しい話だよね。ね、ほらロックマンとかもそうじゃん。メガマンとかね反比例してませんかね。いやだからそういうほら私はゲーム歴40年だから基本の違いがもろに出てきたな。いやだからゲームの歴史ずっと見てるから本当にねちょっと悲しくなってくるよね。だってあれだよ90年代頃ってさ日本のゲームって世界トップクラスだったんだよみんな。それがさ2000年に入ってからさねみんな DS とか Wii に逃げてねハイクオリティゲームは金がかかる金がかかるし儲けが少ねえから日本どんどん形骸化していきそう。なんだっけみんな DS とかWii に逃げたじゃん。でとどめにこのソシャゲスマホゲー逃げちゃったじゃん。でも海外のゲームメーカーはハイクオリティのゲームを目指した結果ね今見てわかるじゃん。プレステ4のゲームとか見てもわかると思うんだけど海外のゲームってさすごいグラフィック能力になってるでしょ。だからねしかも世界でさ余裕で歌が出たあたりで勝てないなと感じたな。そうそうそうだからやっぱその辺が、日本だからガラパゴス化ってやつなのかな。やっぱりね一番の影響はね何が影響があるかっていうと海外は基本的にほら海外の人たちって現実をゲームに落とし込むことに心血注いでますね。ソウルシリーズって画期的だったんだな。でまずはあれかなイベントを見に行きましょうか。ロザリーちゃんがねなんかさらわれたっていうんでねじゃあイベントを見に行きましょうか。これみんなのトラウマかな。ちょっと衝撃的な画面が出ますけど、お許しください。ちょっと衝撃的な画面になりますけどねお許しください。これ当時の子供たちはトラウマになったんじゃないかな。ね、これでピサロは、自分がどうなろうとね人間に復讐することを誓ってしまったっていう感じですね。悲しい話ですね本当に。でやめてあげてよ。そしてこの宿屋の SE である。本当だよ。はい、で次はガスの壺を持ってリバーサイド最も恐るべき派人間の欲望、オチで言った話。いやだからある意味すごいね。であとこれあれだよ国民的 RPG って呼ばれたやつでここまでやってくれるっていうのはねある意味すごいなと思いますよマジで。ここですね。で明日お店に来てくれってことなんでね宿屋泊まりましょう。ね、国民的 RPG なんですよ、ね、まさに最も恐ろしいのは魔物じゃなくてね人間の欲だったっていうオチです。もやっとするけどある種お互いに憎しみ合うしかないのが副版ドラゴンクエスト4なのか。だから結局ほらプレステ版と DS 版では救いを作ったんじゃないのかな結局。このぐらいからゲームで物語性が強くなりましたね。そうでこれで気球ですね。3ではラーミアで4では気球の、乗り物がねこれで手に入りましたね。これで、世界をね飛んで回れるようになりました。でじゃあ次はまずあれかなメダルが邪魔なんでメダルを預けてきますか。ガーデンブルクでいいかな。
そしてこの音楽であるでこののほほんとしたね、そしてこののほほんとした音楽である。だから小説版ドラゴンクエスト4の主人公は勇者じゃなくピサロになったんだよ。